ボンジュール。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はバンブの飲みの市にご一緒しましょう。パリ市内の南、毎週末土曜日、日曜日の午前中に開催されるもので、クリナンクールの飲みの市と同じように人気があるパリを代表するフリーマーケットです。動画の後半では、私が以前からとても気になっていたレストランで初めてランチをする機会がありました。今日私は大切な友人の一人、ミキさんと一緒にこの飲みの市を楽しみたいと思います。夏の季節の屋外のフリーマーケット、晴れると本当に気持ちがいいんですよね。アカシアの木でしょうか。並木の緑の葉っぱが歩道に良い感じの影を作ってくれます。私たちはメトロのポート・ドゥ・バンブを降りてすぐのところからマルシェ巡りをスタート。いきなりとてもにぎわっているスタンドが見えてきました。このスタンドに集っている人たちはプロなのかしらと思うくらい、皆さん真剣な目で品選びをしています。私たちはここでセーブル焼きのコーヒーカップを見つけました。フランスの王立窯だけあって、器にはやはり風格と気品がありますよね。こちらはアクセサリーのスタンド。ミキさんはまずこれに目を留めました。本物の真珠かしら。スタンドの女性にお値段を聞いてみると80ユーロ。もし本物の真珠だったら3万ユーロくらいしますと彼女がおっしゃいました。このブローチもまた美しいですね。ミキさんはとってもおしゃれな女性。彼女のセンスから私は学ぶことがとても多いです。彼女はこのブローチも黒いコートの襟元とかにつけたら素敵じゃないと言います。確かにとっても映えそうですよね。この大ぶりのリングも私たち2人とも気に入りました。スタートからなんだかとても期待させる内容ですよね。赤とこの鮮やかなグリーンの色合い、独特な感じですよね。裏を見るとどうやらオーストリア製のようです。カップとその受け皿はおそらく同じメーカーのものではないはず。でもこんな風に飾られているのが飲みの市ならではですよね。アカシアの花が降り注ぐスタンド。やはり高級そうなものはすぐには手に取れないようなプレゼンテーションになっています。ミキさんはお茶の先生なので、お道具として活かせそうなものに目が行くと言っています。こうした器などは工房として活かせそうです。見立てのお道具組、とっても素敵ですよね。
ここにも赤と鮮やかなグリーンとの配色のお皿がありました。このお皿は3枚で100ユーロだそうです。ここには人気のシリーズクレイモンフォーのフローラのシリーズがありました。真ん中に穴の開いたこの器は石鹸受けでしょう。そしてお揃いの模様のこちらの器の方には歯ブラシなどを入れておいたのでしょうね。こちらのスタンドはプレゼンテーションの趣味がとてもいいなぁと私は思いました。飲みの市などを見ていて気持ちのいいスタンドってあるんですよね。そうそう、カフェオレボールってあまり最近見かけないなぁと思っているのは私だけでしょうか。こんな風にさりげなく椅子の上に絵を飾っていたりします。そんな雰囲気もまたおしゃれだなぁと感じます。このお皿もシンプルな感じですけど、とっても使いやすそう。1枚10ユーロ、6枚で50ユーロだそうです。ミキさんはこちらに目を留めました。リボンって言っていいんでしょうか。スタンドのマダムがミキさんの帽子に布をあしらってくれました。これらのシリーズはどんなものに使えるのか想像がとっても膨らみますよね。これは昔の子供服でしょうか。まあ本当に繊細なこと。これはおそらく1900年頃のものとスタンドのマダムが教えてくれました。見事な手仕事だと思いませんか？この器のシリーズはどこかのフリーマーケットでも見ましたね。確かレジョンスというシリーズだったと思います。これらの金彩が施されたシリーズはミキさんのお好みの様子。ルイ15世スタイルとスタンドのムシュがおっしゃっていました。制作したのはサルグミンヌ。そしてこれはなんとクレイモントロ。先ほどのフローラと同じ産地のものなんですが、やはりテイストが全く違っていて、いずれの産地も本当にたくさんのバリエーションを生み出していたんだなぁと改めて気づかされました。さてミキさんの見立てのお道具、交互に良さそうな器がたくさん並んでいました。そして私たちの目に留まったのはこちら。お菓子をどうぞという気分ねと2人とも意見が一致。そう、茶道のお菓子の器として素敵だと思ったんです。蓋の裏にも模様がついているところがまた良いです。ミキさんは今回この器を購入しました。
これを実際にお茶席でめでることができる日がきっと近々来るのではないでしょうか。とても素敵だと思いませんか。これはお抹茶ではなくコーヒーをいただくカップですが、なかなか素敵ですよね。こちらのロイヤルブルーのもまた魅力的。こういう貴族的な趣味の器があるすぐそばに、こういうユーモラスなもの、可愛らしいものが待っていてくれたりするのがのみの市の魅力の一つだなぁと私は思っています。フリーマーケットで必ずと言っていいほどお目にかかるのがこれ、アスパラガス用の器。フランス人って本当にアスパラ好きなんだなぁと改めて感じます。これを持ってサントロペの海岸に行くところを想像してみてとスタンドのマダム。ちなみにお値段は80ユーロだそうです。私はこのお皿が素敵だなぁと思いました。でもちょっとここが欠けているんですよね。同じシリーズですが模様が一枚一枚異なっています。こちらはイギリス製の時期ですね。私は以前、ほとんど1年前になりますが、バンブののみの市をご紹介していて、その動画はたくさんの方々にご覧いただきました。ありがとうございます。概要欄にその動画のリンクを添えておきます。そしてその動画をご覧くださった方ならば、このスタンドに見覚えがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。私がバンブののみの市に行くと必ず立ち寄るスタンドがここなんです。そうです、ジュリアさんのスタンドです。彼女のセレクション、本当に夢の中の舞台を想像させるような感じ。一つ一つがとっても魅力的で、愛情を持ってここに並べられているなということを感じます。今回ミキさんと私の注目を集めたのはまずこちら、刺繍も見事ですが、これ生地が絹なんですよ。このハンカチーフは手を拭いたりするのに使うんではなくてアクセサリーですね。ミキさんはこのボタンにも目を留めました。真珠棒のボタン、手前のは10ユーロ、奥のはワンシート15ユーロですって。スタンドの足元にお花がありました。これはお留守番をしてくれているお母さんのためにジュリアさんがこののみの市の中で調達したんだそうです。ジュリアさんのスタンドにはまた時々訪れてみることにしましょう。のみの市巡りを続けましょう。この焼き物の質感に見覚えがあります。そうなんです。ルーアンのフリーマーケットでも見たキューノワール
というシリーズ。これらの焼き物は18世紀のものだとムシュがおっしゃいます。なかなかいいお値段がついていました。今回私がとても惹かれたものの一つがこちら。シャンティーのお城の中の美術館に展示されていたものを思わせる柿右衛門スタイルです。柿右衛門といえば日本の焼き物ですけれども、その作品からインスパイアされたものがフランスのシャンティーで作られていた時代があるんですよね。フランス製ならではの趣味が反映されているなぁと思うのが、この取っ手のところの細工。ここにも模様があるんです。そしてカップの内側にもさりげなく模様があるのがいいわねとミキさん。確かに日本とフランスの美の融合って言っていいかしら。とっても惹かれたけれども、これフルセットで購入するという決断にまでは今回至りませんでした。これらの器はおそらく昔薬局などで使われていたものだと思います。でもキッチンでお米とか入れても素敵ねとミキさん。確かに良さそうですね。私たちはここから少し移動します。ちょうど同じ日に開催されていたフリーマーケットも覗いてみようと思いました。こちらはパリ5区。温度がどんどん上がってきているので、この噴水の水音がとても心地よいです。このフリーマーケットブロカントは先ほどのバンブの飲みの市のように定期的に開かれているものではありません。パリ各所で単発で行われるフリーマーケットの情報を得るにはパリ市のサイトなどが参考になります。概要欄にそのリンクを添えておきますね。やはりスタンドの展示が綺麗だとその中に入ってみたくなるものですよね。これはシルバーのセット。そしてこのピッチャーも私たちの目に留まりました。穴の中に氷を入れることによってオレンジジュースとかを水で薄めることなく冷やせるっていう仕掛けなんですね。ミキさんはこのグラスに惹かれました。ステムの部分がまるでトランペットのようになっています。これはフランスのメーカードームのもの。お水用、白ワイン用、赤ワイン用、シャンパン用と揃っています。このスタンドのムシュは600で230ユーロとおっしゃっていました。どのタイプを選んでも同じ値段だそうです。私たちがこの界隈に来た理由は実はもう一つありました。私は以前からぜひ試してみたいと思っていたレストランがあるんです。それがこちら、カリス。
お天気が良いとテラス席が大にぎわいで、お店の奥の方も素敵なんですが、ここを選ぶお客様はいらっしゃらないようですね。厨房はと言いますと、オープンキッチン。料理人の皆さんの動きが包み隠すことなくよく見える設計です。お気づきになったでしょうか。厨房の中にいるスタッフはほとんどが日本人なんです。そうなんです。こちらは日本人シェフによるお店。私たちはお店の中、しかもテラス席がよく見える場所に座りました。他のお客様が召し上がっているお料理を見たりして、ちょっと得をしたような気分です。私たちのお料理も運ばれてきました。このレストランのランチは2品と3品のコースがあります。私たちはメインとデザートのコースをいただきたいと思います。2人ともメインディッシュに同じものを頼みました。子牛肉のオングレという部分をグリルしたもの。しかも備長炭を使ってグリルしているようです。そしてスモークしたうなぎ、インゲン、アーモンド、そしてさくらんぼのピクルス。ソースはベアルネーズソースです。デザート。まずこちらはいちごのバシャン。そしてパリブレストなんですが、このチャンネルをずっと以前からご覧くださっている方の中には、この自転車に見覚えのある方いらっしゃるのではないでしょうか。そうなんです。私がこの店にぜひ訪れたかったのは、以前から注目しているパティシエールの赤澤香織さんがこのお店でお仕事していらっしゃると聞いていたからです。パリブレストに自転車を添えているのは、香織さんが作るお菓子のシンボル。以前パージュブランシュというお店のシェフパティシエだった時代のことをこちらのチャンネルでご紹介しています。残念ながらそのお店は現在営業していないんですが、その時の動画を削除せずにそのまま残してあります。概要欄にリンクを添えておきますので、香織さんのスイーツの数々をもっとたくさんご覧になりたい方は、ぜひそちらの方をご覧になってみてください。ガシュラの内側にはオゼ油を使ったアイスクリームが忍ばせてありました。とっても爽やかなデザートです。久しぶりにいただく香織さんのスイーツ。ミキさんもとても気に入った様子。味の組み合わせのセンスがいいわよねと言っていました。私の急なリクエストに応えて、こうして皆さん厨房のスタッフの方々が集まって笑顔を見せてくれました。中央の女性が香織さん。皆さんとっても爽やか、いい笑顔ですね。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。夏の爽やかなパリの土曜日を一緒に楽しんでいただけたのなら幸いです。この動画が気に入られたら、ぜひ高評価、そしてコメントをお寄せくださいませ。次の
動画制作の励みになります。チャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。では、次の動画でまたお会いいたしましょう。À bientôt!